患者さんタオルしている状態でバキュームで音を鳴らしてしまうっていうのは僕的には NG ですね。皆さんこんにちは。若手歯科医師衛生士向けいろはにほえとマルハの田中です。今回はバキュームテクニックですね。バキュームテクニックに関してお伝えしていきたいと思います。結構皆さんそのバキュームのやり方っていうのは特に4月とか前半の部分で知りたいところだと思うんですけども、そこら辺をですね中心にお伝えしたいと思います。うちの歯科医院ですと必ずなんですけども、バキュームの他にサクションって言いまして、必ずこの2つを持つっていうのはポイントになってきます。で、患者さんなんですけども、このような形でタオルをかけてます。目隠しの状態ですので、この状態でバキュームの音なんですけども、我々結構術者側は慣れてくると、この音ですね、こういう風なものですね、結構こう手でこういう風に止めてしまう人がいるんですけども、こういう形でタオルをして目が見えない状態ですとかなり耳がダンボになってますんで、その状態でこう手で止めたりするこの音ってかなり患者さんにとってはですね嫌なんですね。なので必ずなんですけども、バキュームを止めたりする時に関しては手ではなくこういう操作するこういうところですね、もしくはこの音をですねできるだけ出さないっていうのがポイントです。あとほっぺを吸ってしまうっていう部分に関しても、バキュームをする際に結構ですねバキュームで結構奥までこう水滴を吸われる術者の方がいるんですけども、それもですね患者さんタオルしている状態で耳がダンボですので、その状態でバキュームで音を鳴らしてしまうっていうのはちょっと僕的には NG ですね。なので必ず奥を吸う時に関してはサクションで音が鳴らないようなもの、そして先が細いもので違和感少ないものでバキュームをするっていうのがポイントになります。はい、以上になります。見学面接ご希望の方はですねこちらまでよろしくお願いします。